わしじゃ、君どを魅力じゃ。この動画では、最近わしがメインで使用しているマルチレトロゲームコンソール、ポリメガについて具体的に紹介していくのじゃ。なお、本動画はポリメガのファームウェアがバージョン 1.123 時点での機能紹介となるので、そのつもりで視聴いただきたい。今回はチートコードとパッチ機能について紹介するのじゃ。チートコードはバージョン 1.122 にて追加された機能じゃ。チートコードというのはキャラが無敵になったり、RPG でステータスやお金の数値を変更したりというやつじゃな。ゲーム本来の楽しみ方を損ねるということで賛否両論あるが、レトロゲームはいろいろと理不尽な部分もあるので、個人の楽しみ方の一つとしてわしは否定するものではないのじゃ。もちろんオンラインゲームでチートを使うやつは滅んでよいと思ってるが、さて、そんなチートコードがポリメガでも実装されたわけじゃが、正直言って機能的にはまだテスト段階といったところで、今後のアップデートに期待したい内容じゃ。そもそもチートコードに対応しているのが一部のゲーム機のみとなっている。このようにセガサターンや PC エンジンなどチート機能に対応していないゲームもあり、レトロフリークなどと比べても見劣りする内容じゃ。チートコードを使いたい場合は、コレクションからゲームを選び、プレイメニューを開くと、チートコードを管理するというのがあるので、こちらを選択する。ゲーム G2 コードを追加する。プロアクションリプレイコードを追加する。ゲームシャークコードを追加する。などは、直接自分でコードを入力する場合のメニューじゃ。もう一つのデータベースからチートコードを追加する。じゃが、これはあらかじめ公式の方で登録されたコードを選ぶことができる。選択すると、このようにコードの内容が表示される。残念ながら英語のみじゃ。使用したいコードを選択すると、タイトルの下に1適用されたチートコードと表示され、いくつチートコードを使用しているかがわかるのじゃ。つまり、複数のチートコードを重ねて使用することも可能ということじゃな。ただ、ご覧の通り、どのチートコードを使用しているのかはわからないのじゃ。これは正直言ってていないのじゃよ。チートコードを使用している場合は、チートコードを解除するというのがメニューに追加されるので、こちらを選ぶとすべて解除することができる。なお、もともとデータベースに登録されているチートコードじゃが、はっきり言って少ない。しかも、海外メーカーの製品なので仕方ないのじゃが、海外で発売されているタイトルがほとんどで国内のみのタイトルはほぼ登録がないと思ってもらった方がいいレベルじゃ。ここも今後のアップデートに期待したいところじゃな。また、自分でチートコードを入力する場合じゃが、選択するとこのようなコード入力画面が表示され、入力後に入力を選択すると、
コードを使用した状態になる。コードのタイトルとかを入力することができず、適用したコードを個別に確認したりする機能もないので、一体何のコードを入力したのかが自分でもわからないとい困った状態じゃ。しかも入力したコードがデータベースに登録されるわけでもないので、例えば苦労して10個くらい自分でコードを入力したとしても、何のコードを入力したのか確認することもできず、解除するを選択したら全て消えてまた最初から入力し直す必要がある。自分で入力したコード、タイトルをつけて保存できるレトロフリークと比べると明らかに残念な機能じゃ。とりあえずチートコードを使えるようにしたというレベルで、公式も今後のアップデートを示唆しているようなので、それを待つしかないというところじゃな。サターンなどの対応もしてほしいものじゃ。Arms installation is complete. Good luck.もう一つ、今回紹介するのはパッチ機能じゃ。パラメータなどを変更するのがチートコードとすると、ゲーム自体を大きく書き換えてしまうのがパッチじゃな。パッチ機能については全てのゲーム機に対応している。使いたい場合は、あらかじめパッチデータを用意し、USB メモリやマイクロ SD などにパッチというフォルダを作成して保存しておく必要があるので注意じゃ。コレクションからゲームを選び、プレイを選択すると一番下にパッチを選択が表示されるので、これを選択する。そうするとメディアに保存したパッチデータが表示されるのじゃ。対応している形式は BTS、IPS、UPS、PPF、X デルタ、MSU1 およびメイセン HD となっている。虫眼鏡マークを押すとキーボードが開くので検索ができるほか、アルファベット順や拡張子別の並び替えも可能じゃ。
一度ゲームにパッチを適用すると、そのゲームのサムネイル画像になるというのもわかりやすくてありがたいな。パッチを適用している状態だと、パッチを選択ではなく、パッチを削除という表示になる。当然ながら選択すると、パッチの適用は解除される。削除とあるので紛らわしいが、パッチデータそのものが消えるわけではないので安心するのじゃ。なので、パッチについてはチートコードと違って重ねがけはできず、一つのゲームには同時に一つしか適用できない仕様じゃ。わしはあまりパッチは使わないので、パッチについての詳細はネットなどで自分で調べてくれ。パッチについては、海外勢が作っている、日本でしか出ていないゲームの英語化パッチが非常に盛んな印象があるな。このあたりの海外勢の情熱は本当にすごいと思うのじゃ。ちなみに、これはファミコン版のサラマンダの異色度向上版のパッチじゃ。これはファミコン版のグラディウスの異色度向上版のパッチじゃ。途中でコナミコマンドを使ったが、オリジナルのファミコン版ではオプションが2つまでだったのが4つになっているのがわかりやすいな。もう一つ紹介しておくのは、
ファミコンのファイナルファンタジー1をパワーアップしたリバイブドじゃ。一作目がリメイク並みに遊びやすくなっていて素晴らしいのじゃよ。オリジナルの映像も右上に並べてみたので、ぜひ比べてみてほしい。バッチとはちょっと違うが、BIOS についても少し説明しておくのじゃ。基本的に CD 系のゲームであっても、ポリメガの場合は独自の BIOS が用意されているので、オリジナルの実機の BIOS をわざわざ用意する必要はない。ただ、実機の BIOS を使用することも可能じゃ。基本的には、バッチと同じくメディアに BIOS というフォルダを作って、そこに指定された名称で BIOS ファイルを保存しておけば、優先的にこのフォルダの BIOS が適用される。ゲーム機ごとの BIOS の名称は上記の表を参照するのじゃよ。なお、気をつけないといけないのは、BIOS が違うとセーブステートのデータは共有されないということじゃ。ポリメガの BIOS でゲームを進めて、そのセーブステートを使って実機の BIOS で遊ぶということはできないので注意じゃよ。わしの場合は、マイクロ SD カードに実機系の BIOS を保存しているので、ポリメガの BIOS で遊ぶときはストレージを都度セーフイジェクトを使って仮想的に取り外すようにしているのじゃ。ちょっとめんどくさいが、いちいち物理的に取り外しをすると挿入口も劣化するので、これが一番安心じゃ。ちなみに、BIOS 関連で一番優遇されているのは、実は PC エンジン CD-ROM じゃ。実は、そもそも PC エンジンは、システムカードをヒューカードのゲームとしてインストールすることができるのじゃ。もちろんシステムカードだけインストールしても何ができるわけではないが、BIOS を正式にインストールすることができる。その場合、どうなるかというと、PC エンジン CD-ROM のゲームを遊ぶときに、BIOS を選択します。というメニューが現れる。ここで、ポリメガの内蔵 BIOS 以外のインストールした BIOS を選択して起動することができるのじゃ。これにより、スーパー CD-ROM 専用のゲームを通常の CD-ROM 用として起動したり、アーケードカード対応のゲームをあえてスーパー CD-ROM として起動できるわけじゃな。プレイステーションも結構 BIOS のバージョン違いがあるし、できれば全てのゲーム機でこの BIOS 選択メニューを使えるようにしてほしいものじゃよ。
ごめんなさい。このゲームスーパー CD ロムロム専用なの。スーパーシステムカードをセットするかデュオまたはデュオ R でないと動かないの。ごめんね。何やってんのよ。これは PC エンジンスーパー CD ロムロム専用ソフトなのよ。遊ぶんならシステムカードをちゃんと確認してからにしなさいよね。これは PC エンジンスーパー CD ロムロム専用ソフトなの。スーパーシステムカードと交換して遊んでね。今回のまとめじゃ。ポリメガのチートコードは現在はファミコン、スーパーファミコン、メガドライブ、プレイステーションのみが対応。もともと登録してあるコード以外にも自分で入力したコードを使うこともできる。ただし、コードの名前が付けられなかったり、適用したコードの内容が表示されないなどかなり不親切。バッジについては、名前検索やアルファベット、拡張子での並び替えができるようになっている。ただし適用できるのは1ゲームにつき同時に1つのバッジのみ。ポリメガの BIOS の他に実機の BIOS も使うことができる。PC エンジンについてはシステムカードより BIOS をインストールすることができ、ゲームプレイ時に BIOS を選択することが可能。というわけで今回はここまでじゃ。ポリメガの実際の機能や使い方について聞いてみたいことや知りたいことがあればコメント欄に記載してくれ。今後の動画の参考にさせていただくのじゃよ。では次回もよろしくな。